どうも皆さんこんにちは、あきらです。ついにですね、このね、Apple iPhone で使えるファイナルカットカメラがね、リリースされましたので、それのね、使い方をね、皆さんにね、今回は徹底的にね、解説していきたいなというふうに思います。ということでですね、今回はこの iPhone でのね、動画撮影がすごくね、こうパワーアップしたというか、めちゃくちゃね、できることが増えたんですよね。で、今回新しくね、リリースされたファイナルカットカメラを使えば、かなりね、いろんなことができるし、純正のね、カメラアプリじゃできないことまでね、できるようになったので、今回はね、そのカメラ機能とか、純正アプリとの違いとか、あとは、ブラックマジックカメラっていうね、すごいね、めちゃめちゃ便利なね、カメラアプリもあるんですけど、それともね、実際にね、どういう風に違うのかとか、こういった時はね、ブラックマジックカメラの方がいいよっていうのもね、あったりするので、それについてもね、ご紹介していけたらなという風に思っております。で、今回ね、このリリースね、気にしてはいたんですけど、リリースされたことをね、気づかなくて、で、昨日ね、視聴者さんにコメントでいただいたんですよ。ほんで、もう急遽ね、今こうもう朝一でね、動画を回して、皆さんにね、多分今日中にね、出てると思うんですけれども、届けておりますので、なのでちょっと特急でね、この動画を作っていますので、ちょっとめちゃめちゃ頑張って出したと思うので、ぜひよかったら、いいねだけしといてもらえたらと思っております。そしてこのチャンネルでね、もうあと10万人までね、あと数日で行くと思うんですよ。なのでぜひね、まだね、登録してない方はね、ぜひ登録しておいていただけるとすごく嬉しいです。今、現時点ではあと400人ぐらいです。はい。もうマジですぐ行っちゃうので、よかったらね、皆さんチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。というわけでね、早速紹介していきたいなというふうに思います。ということで、アプリをね、立ち上げるとこのような形になっております。やっぱりね、純正のね、カメラアプリとね、結構UI というか、そういったところはね、似てるんじゃないかなというふうに思います。で、iPhone 自体を横に向けてあげると、こんな感じでね、しっかりと横の動画も撮影をすることができますと。で、今回ですね、このね、横と縦をね、ロックする方法が、ここのね、矢印からここですね、これをしてあげたら、縦にね、ロックすることもできるし、左側でロックをね、して、もうこれでね、はい、動かずにね、することもできるし、逆にね、右回転側で、はい、こっちにね、はい、ロックすることもできるといった形になるので、iPhone をね、こう下に逆に向けてあげれば、それがね、綺麗にね、使うことができるといった形になりますね。で、ここのね、チョボをね、出してあげると、よりね、細かなね、はい、設定に入っていくことができるんですけど、まずここのね、何ミリっていうのが、このレンズになっていますね。今回のこの僕が今使ってるのは iPhone 15 Pro というね、ものになっていて、見てわかる通り、レンズが3つありますと。で、それらのレンズを選ぶのがここになっているんですね。このミリ数っていうのが、カメラとかレンズのね、業界では覚えておくとすごくいいんですが、このミリ数っていうのが低くなればなるほど広角になるんですよ。で、これが24とか77に上がっていくと望遠側になっていくんですね。なので13ミリだったら超広角だし、24ミリで広角。で、77でちょっと望遠側になるといったところですね。で、やっとですね、ここの虫眼鏡の、はい、これを押すとですね、ズームインアウトがね、ここでできるようになるんですよね。こんな感じで。しかもこれね、電動ズームで10倍までいけるんですよ。で、逆にね、はい、引くとこんな感じに、はい、引いていくこともできますと。で、さらにですね、もう少しこれをね、広げたかったら 13mm からにしてあげて、で、ここのね、ズームにしてあげれば、よりね、それをズームをね、はい、可動範囲を増やすことができたりしますね。これがね、純正のアプリだったらできなくて、やっとね、今回ファイナルカットカメラで、このね、ズームっていうのを電動でね、行うことができるようになりました。指とかでもね、はい、拡大していって、このピンチインっていうかな、これでね、やっていくこともできるんですけど、やっぱりね、このズームを使ってあげた方が滑らかになるんですよね。だからちょっとこれぐらいにしておくとゆっくりになったりとか、もうちょい光るとゆっくりとズームをねさせていくことができるみたいな形になっております。これ非常にやっぱ便利だと思いますね。次ここのね右下になると、これはフォーカスになってくるんですね。これねフォーカスもね自分で手動でできるようになったんですよ。これをですね奥に合わせるとこんな感じ。はい、僕のこのオフィスのね奥のちょっと汚いんですけど、あの辺のね、はい、ところに今ピントが合ってますよね。でそしてこれをですね、はい、手前に持っていくとこんな感じで、はい、ここのねカメラとこのね、はい、このキャンドルにピントが合うと、こういうフォーカス、ピントっていうものを自分でね手動でね調節することができるようになりました。でさらにですね露出関係ですね、こう明るさとかそういった設定もねできるようになったんですけど、ここを押してあげればまずここで露出をね明るくさせていくことができますと。なので明るめに撮りたいなと思ったらこのね露出を上げてあげると、ちょっとね明るく撮ることができて、逆にアンダー目でちょっとねしっとりとした感じで暗めにしてあげたいなと思ったらここをね下げることができたりしますと。これねちょっとややこしいんですけど、今自動っていうここの下のねボタンがあるんですけど、これをタップすると全部をね手動でね変更させることができるんですよね。なのでこれ今手動っていう表記があるときは手動になってると、これが自動になってるときは自動で合わせてますよっていう形になります。なのでこれを自動を手動に変えてあげて、例えばシャッタースピードを、はい、こんな感じで
下げていくこともできたりするんですね。で、さらに ISO ですね。はい、ここで ISO、ISO 感度と呼ばれるものをね、上げていくこともできたりします。これね、ややこしいですよね。何かと言いますとですね、シャッタースピードっていうのは、こう、シャッターがね、降りる速さみたいな感じになるんですけれども、動画っていうのは、実はね、写真とか静止画の集合体でできています。今、ここ左にですね、30fps というね、表記がありますよね。この FPS っていうのが、フレームパーセカンドっていうね、ややこしいですよね。意外と簡単なんでね、頑張って理解してみてください。FPS っていうのは、1秒間に30枚の写真とか画像がこう重なって1秒の動画になりますよっていうのが 30fps なんですよ。なので、ここの FPS が24になれば1秒間に24枚。で、ここが1秒間が 60fps になれば1秒間に60フレームになるんですね。なので、よりヌルヌルとした、よりね、フレームが多いものは60フレームだし、よりね、ちょっとパラパラとした感じっていうのは30とか24になってくるんですね。多くの基準値としては、シネマ、映画とかは24フレームが多いです。で、YouTube とか、テレビとか放送系っていうのは 30fps が多いですね。で、あとはスポーツのライブとか、よりこうスローモーションにしたりする時とかが多いものとかは60枚であったりとか、スロー撮影で後から編集でね、スローモーションにするっていうことがあるのは60フレームとかがね、よく使われたりするんですね。っていう、ちょっとね、前置きがあるんですが、基本的に動画の世界ではシャッタースピードっていうのはフレームレートの大体倍ぐらいが適切だよっていう風に言われてるんですよ。なので例えばここが 30fps だった場合、シャッタースピードっていうのは60分の1とか50分の1っていうのが適切になってくるんですね。これはですね、西日本と東日本の電波の周波数でもね、若干変わってくるんですけど、大体60分の1とか50分の1になってきますと、大体覚えておくとすごくいいんじゃないかなという風に思います。で、それでですね、例えばもしね、こんな感じでちょっと暗いなっていう時はね、この ISO のね、感度を上げてあげれば明るさをね、増やすことができます。なので、ちょっと暗いなと思う時はね、ここの ISO 感度をね、上げてあげればすごくね、適切のね、露出でね、撮ることができますと。ただですね、この ISO っていうのは上げていけば上げていくほど明るさは確保できるんですが、 ISO 感度っていうのは上げていけば上げていくだけノイズが発生しやすくなるんですね。なので ISO はできるだけ低い方がノイズがね、ないので綺麗なので、できるだけあんまり上げない方がいいと思います。特に iPhone とかでは僕だったら1000とか800とか、いっても2、3000ぐらいでとどめておきたいかな。4000とか5000とか行き出すと結構ノイズがね、増えちゃうので、そういったところをね、考えながら、適切なね、露出を設定してあげるといいと思います。これが難しい方はもうね、これ自動にしてあげて、で露出をね、もう自分の好きなところに持っていって、もうこれで OK みたいなっていう感じでも全然ね、いいんじゃないかなというふうに思います。で、そしてですね、一番最後のここですね。これはですね、ホワイトバランスをね、調節できるようになりました。今自動になっていますが、これをね、手動にしてあげるとですね、例えばここから固定にしてあげて、ここのね、値をね、自分で変えれるようになったんですよ。このケルビン数っていうね、3100K って今書いてますが、この K っていうのがケルビン数というものになるんですけど、色温度を表す値になっていますと。これが上がっていけば上がっていくほど暖色側になってくるんですね。これが下がれば下がるほど寒色側になりますと。なのでホワイトバランスの指標としては、この今ね、デスクが白色になってますよね。ここのデスク、これがちゃんと白になる適切なところがホワイトバランスがね、取れているところというふうに思っていただければね、簡単にそれでいいと思うので、この白がしっかりと白でね、出てきているところ、こんな感じがいいのかなと思います。これもね、ただ、自動でね、もうオートでやってあげるっていうのもいいと思いますので、今オートだったら4900がね、できているっていうことなので、このままじゃあ固定しようという感じで4900で置いておけば、変わることなく録画ね、することができたりとかいう風になっています。次、ここからはですね、左側のね、項目について見ていきたいなという風に思うんですが、ここをね、タップすると、こんな感じでね、フレームレートをね、選ぶことができますと。これはね、先ほどお伝えしたフレームパーセカンド、1秒間に何枚の映像にするかといったところになります。より映画っぽくしたければ24フレームがいいと思いますと。で、ここは解像度ですね。よりね、この解像度が高ければ高いほど、単純に綺麗だと思ってください。で、ここですね、SDR と HDR っていうのがあるんですが、基本的に SDR の方がいいと思います。HDR っていうのはハイダイナミックレンジと呼ばれるもので、これね、結構悩んでる方多いと思うんですけど、なんかね、インスタグラムとかでもやたらさ、明るい動画とか写真に出会ったことありませんか？こんな感じになってると思うんですけど、なんかね、こういう感じでちょっと白の光がね、めっちゃ明るいみたいな、
っていうね、動画とか写真出会ったことないですか？多分その人たちね、HDR で撮ってるんですよ。それね、僕はね、あんまり好きじゃないんですよね。この SDR ぐらいで撮っておいた方が、ダイナミックレンジがね、よりね、こう、ちゃんとね、範囲内に収まってるというかね、HDR でコンテンツを見るっていうね、目的があるならいいんですけど、HDR じゃなくて SDR の方が、動画の編集とかはね、やっぱやりやすいと思うし、HDR 結構ビカーンって感じになっちゃうんで、そこはね、結構ね、注意していただければいいかなというふうに思います。よほどな理由がない限りは SDR の方がいいと思います。で、最後、これが HEVC、H265 っていう収録方法と Apple ProRes っていう収録方法を2つ選ぶことができるんですね。で、これはもう単純に容量を優先するなら、この上の HEVC でいいと思います。ただ、色の編集をしたいとか、めちゃくちゃ綺麗に撮りたいという方は ProRes の方が、おすすめですね。で、基本はほとんどは上のね、方でいいんですが、Apple ProRes で、撮ると1個ね、もうめちゃくちゃいい特権があるんですよね。それがですね、プロレスにした時にちょっと僕容量いっぱいなんですけれども、ここのですね、項目が1つ増えてログがね、撮影できるようになるんですよね。こんな感じのめちゃくちゃ色が淡い状態になりました。これがログと呼ばれる撮影方法になるんですよ。実はですね、この動画もログで撮影してるんですね。こんな感じでね、元の映像がこういう風なログになっています。僕は今ソニーのね、FX3 というカメラで撮っているので、S-Log3 と呼ばれるソニーのログのね、収録方法になっています。で、この状態にこういう風に一旦色を戻してあげた状態が REC709 というね、ベーシックの色の状態になっていて、で、ログで撮っているから僕が色編集を自由にできるので、僕がいつも綺麗なこういう風な色味にね、自分で変えていってるんですよね。元のね、色味と比較してもね、こんな感じのね、元の色味になるんですけれども、僕のようにね、こういった色の編集をしてあげれば、こういう風にね、しっかりとね、いろんな色を楽しめるといった形になるんですよ。これがですね、Apple でも、この iPhone15 Pro 限定にはなるんですが、これね、実装されていますので、こういったね、撮影方法が可能という風になってるんですよね。でですね、今回の iPhone15 Pro から、外部ストレージ、SSD と呼ばれるね、メディアにね、記録することができるようになりましたね。僕はね、結構いろんなこういったね、外部のストレージをね、使っているんですけれども、これらをですね、つけてあげると、今は僕ね、内蔵のストレージがね、もう左下に0分って書いてますよね。これ、記録可能時間になるんですけど、これがね、もう0分と、もうこれ以上は取れないよっていう状態になっているんですけれども、SSD をつなげてあげたことによって、これを認識して、直接ここのね、中にね、撮影をしていくことができるといった感じになるんですよ。なので、このままレックボタンを押してあげれば、こういう風に残り30分間撮ることができます。でですね、実際にね、撮影した映像はここのプレビューの方からね、見ることができて、すべてのメディアからね、ここのね、メディアに入っているものをちゃんとね、確認をすることができるといったところになってきます。でですね、ここから、ここのね、左上のね、ところのこのね、ツールについても紹介をね、していきたいなというふうに思います。先ほどね、紹介していたものの項目っていうのは、ここからでもね、選択をすることができます。プロレスじゃなくて265にすることもできるし、で、フォーマットですね。解像度とフレームレートっていうのはここでね、することもできたりしますと。でですね、手ブレ補正をね、オンにすることができるんですけど、この手ブレ補正はね、絶対オンにしといた方がいいと思います。実際ちょっとね、僕もここのオフィスでね、取り比べてみたんですけれども、やっぱ全然違いますよね、このブレの感じっていうのがね。なので、ちゃんとね、しっかりと手ブレを抑えた状態で撮影をしてあげた方がね、もう断然見やすくなりますので、これはね、手ブレ補正をオンにした状態で撮影をしてあげてください。で、次がですね、ツールに関してなんですけど、このグリッドオーバーレイっていうのはね、絶対オンにしておきましょう。これね、今オフの状態だとこんな感じなんですが、これをオンにしてあげると、わかるかな？ここの3つのね、ポイントが出ていますよね。3分割線っていうのがね、ここの縦と横に出ていますと。なので、例えば被写体さんが誰かね、あったとして、ここでちゃんとね、真ん中にね、入れやすくなるわけですよ。こういう風に。で、ちゃんとこういう風にね、画角を切ることができるし、よりね、こう、上のね、2マス分だけ入れてあげようとか、逆にこういう風にね、ここだけにね、入れてあげようみたいなこともできたりするので、このグリッドラインっていうのはすごくね、目安として使いやすいので、持っておくとね、いいんじゃないかなと、表示しておくとね、いいんじゃないかなと思いますね。で、あとね、露出オーバーインジゲーターとフォーカスピーキングっていうのがあるんですが、これ一つずつ紹介していくと、オーバーインジゲーターっていうのは、ゼブラ表記と呼ばれるものになるんですが、このように ISO 感度を上げていくとですね、このように、もうこの赤いゼブラが出てますよね。これはね、もう明るすぎますよっていうようなね、指標になるので、こういったものが出たら、もうこれ結構かなり明るいなっていう風に思ってあげてください。なので、露出をね、飛ばしすぎない、明るすぎないっていうところのために、これをね、使ってあげるといったところです。で、次、このフォーカスピーキングについてもなんですけど、このフォーカスピーキングっていうのは、ピントが合ってる面について、
このね、はい、ピーキング表示っていうのをしてくれるんですね。なので、このフォーカスですね、ここ AF から、じゃあ奥に送ってあげましょうとなった時に、これをね、奥にバーってあげれば、はい、今ね、奥側にピントがあっていってますと。で、ここのね、後ろの段ボールとかにやってきて、次、ここのね、左側の、はい、ソファーとか、モニターに移って、次また被写体に帰ってくると。いった感じっていうので、どこにねピントが合ってるかっていうのが可視化できるんですよね。なのでピンボケとか、そういったものを防げるっていうところになるので、よりねこうちゃんとね撮影しておきたいという方はフォーカスピーキングもねおすすめかな。はい、という感じで以上がですねファイナルカットカメラのね簡単な使い方という風になるんですけれども、いかがでしょうか。かなりねいろんなことができるようになりましたね。でここからさらにですねすごい面白いね機能が実装されたんで、それも紹介していきたいんですけど、こちらですねこの iPad を使えばマルチカムのね撮影とか編集っていうものができるようになったんですよね。はい、こんな感じで iPad の中に Final Cut Pro、これ本来はこういった Mac とかにしかなかったね編集ソフトになるんですけど、 Apple 純正の編集ソフトになるんですけど、これがね今はねもう iPad にも搭載されていますと。で立ち上げていくんですが、はい、こんな感じで、1個ね僕今実際作っているものがありますと。でこのねiPad の中からこのライブマルチカムっていうのが、ね、できるようになったんですよ。はい、こんな感じで今ね実際に、はい、こんな感じでみんながね見えてるかな。はい、こういう風にですね実際にね僕が今この iPhone でねここに映してるものがここにね見えてるわけですよね。すごくないですかこれ。でここをね、はい、拡大してあげればこっち側からいろんなね、はい、フォーカスであったりとか、はい、ズームインアウトとかもここで、操作がねできるようになったんですよ。でレックもねここから、できるようになりました。はい、こんな感じでねレックをすることもできますと。で実際に撮れた今のこの動画なんですけれども、これがですね、はい、この中にもう入っちゃってるんですよね。でこれをタイムラインにドラッグ&ドロップしてあげれば、はい、こういう風にしてあげると、はい、ここからねもう実際にできるようになりました。撮影したものを編集していくことができるといった形になってるんですよ。これすごくないですか。でこのマルチカムに関しては、はい、4つまでね、はい、追加していくことができるんですよ。こんな感じでね追加していくことができるので、他にもねデバイスがあれば、4つのねマルチカムをね使って、でここでレックまでできて露出の調整とかもできて、で実際にレックが終わったらもうねこれクラウドでアップされてますので、これをねもう入れていくことができるといった感じでめちゃめちゃすごいんですよね。でこの iPad 用の Final Cut Pro っていうもののすごい良さとしては、こういう風に例えば何かペンツールでこんな感じでさ、空き家ムービーみたいな感じで書くじゃないですか。これ完了にするとこれがアニメーションとして使えるんですよ。ここ再生するとこんな感じで、これめちゃくちゃ良くないでこのね長さとかもね変えることができたりするので、こんな感じで、はい、こんな感じでねこれやばくねはい、こういう風に、いろいろとねこの Apple のねシステムというか、もう本当インフラみたいなもんなんですけど、こういう風にね楽しんでいくことができるといったところになってきます。はい、ということでですね、少しねこの Apple ログについてねもう少しだけ紹介しておきたいんですけど、このログで撮ったものをどういう風に元のね色味にね直していけばいいのかっていうのは結構ね皆さん疑問に残ると思うんですよ。なのでそれもね少しだけ紹介しようかなという風に思います。まずですねこのログ撮影したものをね、色を戻すっていう方法は何通りかあるんですけれども、僕の場合は DaVinci Resolve というね編集ソフトに取り込んで、それを実際にねもうカラーの編集でやっているといった形ですね。で他にも、ラットと呼ばれるね色のカラーフィルターみたいなものを、使って戻すっていうこともできたりするんですけど、それだったら他のね編集ソフトも全然できるし、自力でね戻していくっていう方法もあったりします。で今回は僕のねオリジナルのラットっていうものをねこのね Apple ログ用にね作ったものがあるので、それをねちょっと無料で配布しておきますので、ぜひね概要欄のリンクからねよかったらチェックしてみてください。ではささっとねちょっとログの戻し方だけ紹介しようと思うんですけれども、今回今ねこのねログで撮ったものをここに読み込みました。全然 AirDrop とかで送ってあげてください。これはね DaVinci Resolve というね編集ソフトになりますと。でタイムラインに並べてあげてカラーに行きますね。でここの中の DaVinci Resolve であればカラースペース変換っていうのがあるので、このカラーページでこれを入れてあげるんですよ。でここの入力ガンマをApple ログ、はい、これですね。これにしてあげたら、はい、これで一旦ね、元に戻ります。こんな感じで色がっていうだけです。はい。で、こうしておけば、実際にここから好きなようにね、色を編集することができるんですよ。明るさを変えたいなとか思ったらこんな感じだし、色を強くしたいなと思ったら、ちょっと色味を強くしてあげたりとか、あとはね、
あとはね、ここのね、はい、フィルムのね、ラットとかを入れてあげれば、こういう風に入れてあげれば、よりね、こう色がちょっとフィルムっぽくね、なったりしますよね。で、さらにちょっとね、ハイライトが強いなと思ったらね、ここの、はい、こんな感じでね、ハイライトを押さえてあげて、で、シャドウの暗部を引き出してあげて、で、ちょっとね、ホイールでこういう風にね、さらに色味をね、ちょっとこうアンバーっぽくね、やってあげたりとか。ちょっと青っぽくしてあげたりとか、いろんなこう色のね、編集ができるという風になっていくんですね。であとはここの緑がもうちょいね、はい、ちょっと青っぽかったらこの方がいいなと思ったらこんな感じですることもできたりとか、はい、でここの赤がちょっと目立つなと思ったらここを下げてあげたりとかね、結構いろんなこうコードがね、できるようになっています。これがログで撮影しておかないと、ここまでね、色を編集することができないので、こういう風な編集の方法っていうのがおすすめになっていますと。他の編集ソフトでもそうなんですけど、こういうカラースペース変換とかラットとかを使わなくても、ある程度は戻せます。例えば、このコントラストっていうものをね、ガーってつけてあげて、であとはね、サイドをつけてあげると。いう風にすると、若干ね、色っていうのはね、はい、戻ってきます。こんな感じ。ビフォー、アフターとかもできるし、あとは、このカーブっていうものをね、使ってあげて、これファイナルカットのプレミアムも入ってるんですけど、ここをね、はい、こういう風に下げてあげて、上はね、ちょっと上げてあげて、ここをね、ちょっと S 字にしてあげるんですよ。こんな感じ。そうするとね、コントラストがいい感じにつくんで、こうしてあげると、すごくね、はい、元の色味に戻ってきます。こんな感じ。っていう風にすることができますので、ログで撮影したものをこういう風に後からしてあげて、ほんでそこからいろんなね、はい、色味をね、いじっていくという風なことがすごくね、おすすめかなという風に思っております。はい、それでは最後にですね、ブラックマジックカメラとの違いについてだけ紹介させてください。ブラックマジックカメラ皆さんご存知でしょうか？これは、ブラックマジックデザインさんが、iOS 用に開発をした iPhone とか、今は Android もね、バージョンあるんですけれども、このスマホでもね、ハイエンドなね、撮影ができるようにと、もう開発してくれたアプリになるんですけど、これがね、マジでやばいんですよ。これね、リリースされて僕ね、もう解説動画も出しているので、よかったらね、はい、見てもらえたらなというふうに思うんですけれども、このアプリと比較してどっちの方がいいかっていうところになるんですけど、僕の意見としては手軽にやるならファイナルカットカメラの方がいい。ただ、よりね、ハイエンドにやるならやっぱりブラックマジックカメラの方がね、できることは多いかなっていう風な印象になっております。それをね、ちょっと最後に紹介していきたいなという風に思うんですけれども、これがね、そのね、メニュー画面になっていますと、ちょっと UI は違ってくるんですけれども、まずですね、このね、ISO とかホワイトバランスっていうのはね、同様に変えていくことができます。ここのシャッタースピードとかも変えていくことができると。で、フレームレートもここからね、はい、こんな感じで FPS をね、変えていくことができたりするといったところですね。で、レンズもですね、13mm24 で48の2倍もあるし77と選ぶことができたりする。でフロントになります。でですね、お気づきの方もいるかと思うんですけど、ちょっとね、もうこの時点ですでにさ、ちょっと色味が違うの分かります？結構ね、もう雰囲気ある色味になってると思うんですけれども、ここがね、このブラックマジックカメラのすごくいいところで、これ実は僕設定見てもらうと分かるんですけど、この AMRAT for Apple っていう、これね、概要欄にね、無料でリンク貼っておきますので、こういう方ダウンロードしてみてください。これをね、使っているので、このね、色味になってるんですよね。要は、自分が作ったラットとかダウンロードしたラットを当てながら、撮影ができるんですよ。で、これはクリップに対して当てるだけでもいいし、もうこのラットをかぶせた状態で録画することができる。焼き付くこともできるっていう、ここを選べることができるんですけど、このね、ラットのプレビューっていうのがファイナルカットカメラにはないんで、さっきも見ていたこのログっていうね、この色の淡い状態でしか撮影ができないんですよ。純正の場合はね。なので、そういったところの、こうちょっとね、向き不向きっていうのもあったりしますので、ブラックマジックカメラの方がすごくいいと思います。ほんで、このね、Apple ProRes でしかこのログって撮れないと思うんですけれども、この Apple ProRes のログで撮るとき、あと 4K の60フレームとかで撮るときなんかは、このね、SSD のね、収録っていうのが Final Cut カメラだったら必要になるんですけど、ブラックマジックカメラであれば、4K の60フレームのこのね、Apple ログだったとしても、内部で記録することができるんですよ。こんな感じで。なので、どのフォーマット、どのログに関しても内部でね、もう入れることができるので、ここはね、ブラックマジックカメラの方がいいんですよね。で、さらにね、もっと意外とね、いいところがあって、このコーデックに関してなんですけど、これね、さっき見ていたの HEVC ですよね。これと Apple ProRes をね、選ぶことができましたが、こっちの方がいっぱい選べるんですよ。ブラックマジックカメラをね、通した方が、Apple ProRes の中でも、この大きさの種類っていうのがあるんですけど、上に行けば行くほどよりね高画質になるんですけど、めちゃくちゃね容量が大きくなるんですね。もう段違いに変わってくるんですよ。なので Apple ProRes でログで撮りたいんだけど容量がすごい大きいんだよなっていう時に、このプロキシとかにしておけばあんまり食わないんですよ、容量を。でしかも H264 も選べたりとか、よりね軽いフォーマットにすることもできたりするので、めちゃめちゃねやっぱこのコーデックの多さっていうのはね、やっぱこのブラックマジックカメラの方がね優れているなっていうふうに思います。ここのね右上のここ、はい、これからねめっちゃいろんなことができるんですよ。こういう風に
に、はい、シネスコをね表示させてあげることもできたりするんですよね。こんな感じで、なので黒帯をね入れた状態でプレビューさせて撮影することもできるし、ここのねセーフティーゾーンとかもね選ぶことができたりとか、あとはねラットのオンオフとかもねここでワンタッチでできたり、あとはこのフレームのアスペクト比とかね、こういったセンターマーカーとかこういったところも入れたりすることができるので、よりねやっぱりこうプロフェッショナルな撮影にはねこっちの方が向いてるなという風な印象がありますね。であと手ブレ補正もねオフ、標準、シネマ、最大とねもう3通り選ぶこともできるし、ズームもねもちろんできるといった形になるので、こっちの方がねやっぱできることはねすごい多いんじゃないかなという風には思いますね。ただやっぱり直感的にね簡単にやりたいという方はファイナルカットカメラの方がおすすめだし、あとはね iPad でマルチカムで撮影するという方はファイナルカットカメラの方がねすごくいいかなというふうに思っております。はい、というわけでですね、今回はこのね iPhone で使えるファイナルカットカメラについてご紹介をねさせていただきました。このログ撮影とかね iPhone 15 Pro しか使えないはずなんですけれども、ファイナルカットカメラ自体は他の iPhone でもね全然使うことができますので、 iPhone をお使いの方はねぜひね一回入れといていただければねすごくいいんじゃないかなというふうに思っております。であとね僕の予想としては多分写真撮影に特化したアプリもね出るんじゃないかなというふうに思います。全く新しいね何かしらのこう写真のねプロフェッショナルなね設定ができたりとか、そういったことができるカメラっていうのは出るんじゃないかなというふうに思いますので、それもねもしねリリースされたらねこのチャンネルでね徹底的に解説していきたいなというふうに思っていますので、ぜひね今後のね皆さんのこの撮影とかカメラライフがね役にね立つ動画をたくさん出していきたいなというふうに思いますので、ぜひね今後も見逃すことがないようにぜひねこのチャンネルをね登録と、いいねをねしていただければすごく嬉しいなというふうに思っております。ということで間もなく10万人にね突破してると思いますので、ぜひ皆さんあと一息なのでチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで皆さん今回もね最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。